めっちゃベストで。牛おにぎり何冊持ってきてるの？見るっていうの。皆さんこんにちは。今日は桜の木の下からお届けします。今年のやりたいことの一つにお花見しながらの読書があったんですけど、今日はそれをやりたいと思います。もうね、だいぶ私が花粉症でダウンしてる間に桜が散ってしまったと思っていたんですけど、お散歩してたらたまたまこのベストお花見スポットを見つけたので、今日はここからお届けします。で、今日は、一旦ちょっと本を読む前にお花見なので、せっかくなのでご飯を食べたいと思います。よいしょ。じゃー、やばい、ぐっちゃぐちゃ。もうちょっと見せられないかもしれない。まず1個目がおにぎりですね。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。梅干しおにぎりと、これが、卵焼きですね。卵焼きを切らないで、そのままアルミホイルに包んだというものになっております。問題の卵焼きを食べてみようと思います。見た目がちょっとまずいんですけど、でも味は美味しいはずです。ではご飯を食べ終わったので、ちょっと本を読んでいきたいんですけど、今日まず読む本を3冊持ってきてるので紹介したいと思います。まず1冊目がこの桃の缶詰ですね。いや、みんな多分大好き桜ももこ先生のエッセイなんですけど、これはね、ほんと何も考えなくていいお気楽な日とかに読んでケラケラ笑いたいっていう本ですね。なのでまず1冊目これで、2冊目が私が大好きな本なんですけど、これもエッセイで寝ぼけ人生っていうゲゲゲの鬼太郎を書いてる水木しげる先生の人生をテーマにしたエッセイです。もうね、これめちゃくちゃ好きで、これも面白い系。あと内容は清掃の話とかもあるんですけど面白いです。で、3冊目がこの私が一応書いてるっていうか作ったエッセイで山登りっていう本になってます。なんか漫画みたいな感じで書いてて、こういう感じですね。4コマとか普通に漫画とかが入ってるんですけど、なんか去年の11月に作ってからあんまり読み返してないなと思って、久しぶりに読み返そうと思って持ってきました。で、3冊全部読むってよりかは、なんか今の気分でどれ読もうかなっていう感じなので、ちょっと眠くなってきてるから、桃の缶詰かな。なんか簡単に読めるのは桃の缶詰だと思う。いや、これはちょっと最後に読もうと思います。なんか自分の振り返りも含めて、これから読んでいこうと思います。ということで、桃の缶詰途中まで読み終わったんですけど、日常の些細なことをなんでこんなに面白く書けるんだろうっていう、仕事で疲れた日の夜とか、なんかこういう平和的な一日とかにちょっと読むのにめちゃくちゃおすすめです。私はこの桃の缶詰を読んですごく自分の本もうこんな面白い本にしたいと思ったんですけど、文章で面白くするって一番難しくて、私は全然できなかったので、絵で描いてなんとか面白くしようっていう風に思いました。自分の本なので中身とかを見せちゃおうって思うんですけど、最初のページはこんな感じです。なんて書いてあるんだろう。私こけしちゃん。山登りが子供の頃、黒髪におかっぱだったからついたあだ名なの。今はもう大人なんだけどね。
気になる山は登っちゃう日常エッセイと書いてあります。これもちびまる子ちゃんの1巻目の冒頭のなんかちょっとオマージュみたいな感じで書いてます。実は最初のお話は表参道雪山事件っていう内容で、これはなんか私が一人で表参道を歩いてた時になんかねちょっと疲れちゃったから休憩しようと思ってカフェに入ったんですよ。そしたらそのカフェがなんかたまたますごいかき氷が有名なお店だったみたいで、もう店内全員かき氷しか食べてないみたいなお店で、私はちょっと休憩したかったからその飲み物をねちょっと飲もうっていう気持ちだったのに、もうみんながかき氷頼んでるから私もかき氷頼まなきゃいけないんじゃないかと思って、なんか一生懸命頼んだんですよ、かき氷を。でもその量がすごい多いし、なんかクーラーが効きまくっててめっちゃ寒くて、だからなんか本当は多分2人等で食べるような量のかき氷を1人で食べなきゃいけなくなって、もう死ぬ思いでも本当に寒くて、もうなんかもう口の中が麻痺して痛いみたいな、もうなんで私はちょっと休みたかっただけなのにこんなに寒くて辛くてしんどい思いをしなきゃいけないんだ、これはもう雪山に遭難したも同然だっていう内容が最初ですね。一言コメントはここに書いてあるように、山に登ると理解のありがたみをひしひしと感じるよねと書いております。はい、山には登っておりません。登ってないんだけど、去年から本当にちゃんと登山を始めて、さすがに山登りっていう名前なのに山登ってないのはおかしいなと思ったんですよ。それで山登り始めて、でその話とかもなんか書いてますね。あそこの山に登ってみるっていう漫画ですね。山登りです。時々山登ってます。あははみたいな自己紹介できたら面白いだろうなという、不純な動機から登り始めたんですけど、2回目くらいからなんか登るだけじゃなくて山の中を走るスポーツがあるんですけど、それやってみようと思って、なんか一応お父さんが結構登山歴長くて、その山の中で走ったりするスポーツもやってるから一緒に行ったんですよ。でもうその山の中をね走るのがもうすんごい楽しくて、もうね自分が獣になったみたいな気持ちになるんですよね。こう森の中、山って木がいっぱいあるんで、その木の中をバーって走ってく、どんどん木が自分の後ろにこうビュンビュン過ぎてって、でこぼこした道をね自分の身一つでこう飛び越えてうまくかわしながらどんどん走っていくっていうのがもうすごい面白くて、でめっちゃ良かったんですけど、もうねだんだんその登山長いんで、やっぱ終盤になってくるとさすがに疲れてきて足が上がらなくなってくるんですよ。もう案の定木の根っこにドーンとつまずいて2メートルくらい多分吹っ飛んで走ってたし、下り坂だったんでバーンって飛んだんですよ、空中に。そう、膝を怪我したんですけど、そのね膝の怪我はねもう相当痛かったんですけど、大人になって転んで思ったのは、痛みより恥ずかしさと悔しさが勝るなっていう、大人になってなんでこんなこけているんだろうってことと、あと周りの人たちがなんか大丈夫ですかって言ってくれるから、なんか余計悲しくなってきて、もうそのなんか屈辱みたいなのすごい久しぶりに味わいましたね、こけるという体験を通じて。でなんかよく山に行くとなんか生きてる心地がするとか、なんか生き返ったとか、なんかそういうことをよく聞くと思うんですけど、私は山の中でそういうこと感じるタイプで、めっちゃ楽しいみたいな、ゲームみたいみたいな感じで登山のことは結構思ってるんですけど、むしろその怪我をしてもうあざだけだったんですけど、そのあざがもうこんなあざになることとかあんまないなと思ったんで、前に写真撮ってたんですよ、ちょっとずつ治ってく過程を。でもやっぱ本当に黒いあざができてるけど、それが治ってくんですよね、だんだん。
黒から青になり青から黄色になるみたいでだんだん治っていくんですけど、その過程の方が生きてる心地がするなーって私は思いましたね。なんかこんなにミスったというかそう傷ついてもう体ってちゃんと日が経てば治っていくっていう、そのなんか命としての強さみたいなのすごい感じて、なんかそういうことの方が生きてる心地するかもっていう話とか、そうこれが生きてるってことかって書いてあるまああとはなんか学生時代私結構住み込みのバイトをしながらその日本全国をこう転々としてた時期とかがあって、そこである温泉街の旅館の女中さんをやってた時の話とかを書いたりとか、旅館の受注さんもすごい面白かったんですけど、マジでね、みんなが思ってる千と千尋みたいな仕事っていうよりかは、あれですよ。体力仕事、力仕事が多すぎて、千と千尋の、もうほんと体力仕事じゃないですか。ずっと掃除してばっかで配膳とか、マジであんな感じで、いる場所はすごく豪華で、もう日本のね、その素敵な建物かもしれないけど、そこでやることってマジで雑巾絞るとか、お風呂をこうガシャガシャ洗うとか、ゴキブリに怯えながら掃除するとかなんですけど、普通にね、お部屋食ってあるじゃないですか、旅館の。お客様が泊まってるお部屋にお料理をこう、女中さんが持ってって、そこでご飯食べれるって、あれマジで大変ですからね。本当にみんな食堂で食べてもらいたい。あれ運ばなきゃいけないから、そう、なんかもうワゴンとかで持っていけたらいいんですけど、私が働いてた旅館は離れっていうのがあって、本館とは別で、なんか竹林の小山みたいなところを、なんか90段くらいある石の階段をね、こう上がんなきゃいけなくて、そんなところにエレベーターもエスカレーターもあるわけがないじゃないですか。だからもう人力でこうやってご飯を持って上がんなきゃいけなくて、で、離れてもう結構いい値段するので、そういう人たちって大体お部屋食を選ばれるんですけど、毎回離れにね、石畳をこう、料理持って運ぶのが大変すぎて、普通に働いてる間だけで筋肉ついてましたね。この筋トレが苦手な私がっていう話とかも入ってます。という感じで、これは普通になんか出版社さんを通したとかではなく、なんか自費出版っていうんですかね。自分で普通にお金を出して作って、知り合いの方とかに編集で入ってもらってるんですけど、そういうジンみたいな感じですね。でもちゃんとほら背表紙もあって、で表紙の紙とかもね、すごい中の紙とかもすごいこだわって作ったので、よかったら皆さん読んでください。そんな感じで今年の目標のお花見しながらの読書は達成いたしました。嬉しい。もうね、ほんと一時は花粉でお花見なんてできないとか思ってたんですけど、ちゃんと病院に行けばなんとかなりますね。皆さんも花粉症とあと体調不良に気をつけてお過ごしください。それではバイバーイ。